皆さんこんにちは、小結びもるです。今回は初のボイスありでのイラストメイキング、またアーカイブの動画編集になるので、右下に私が映っていますが、あまり気にしないでいただければと思います。今描いているのは歌い手のまふまふさんです。今回のイラストでは可愛さが前面に来るように猫、萌え袖をメインにオーラフを考えました。オーラフの段階である程度髪の毛や目の位置が決まると次のラフに移りやすいので、少し丁寧めに描くのがおすすめです。ラフの段階で普段気をつけている点としては、顔はラフの段階でもしっかりと描くことです。とりあえずでラフを作ってしまうと、清書の際にいまいち顔が気に食わなくてボツになるという経験が多々あったので、ラフの時に他は雑でも顔だけはしっかりと描くよう意識するようにしています。特に目の形はしっかりと描くと清書の際に困らなくて済みます。輪郭を描く際はこまめに左右反転しながら描くと、完成後に歪んで変に見えるということがないので、確認しながら作業しましょう。バランスのいい顔にするために歪みツールもたくさん使っています。理想を言ってしまえば、ツールを使う前からしっかりとしたバランスで描けるのが理想ですが、それはまだ難しいので、歪みツールをたくさん使っています。せっかくデジタルで描いているので、使えるツールは存分に使えればいいかなと個人的に思います。描き方等で気になる箇所ありましたら、次回の動画などで説明するので気軽にコメントください。ポーズが少し寂しかったので、キャンバスサイズを変更し、ピースを追加しました。完成後の見栄えで言うと、もう少しキャンバスが横に長くても良かったなと後悔しています。なので、皆さんもこうならないよう一度ラフの段階で Twitter の裏垢等でイラスト投稿して見栄えの確認するのをおすすめします。表情を少し変えて猫らしく、舌をしまい忘れたような表情にしました。かわいいですね。今回は簡単めなイラストを描く予定だったので、色ラフを作りませんでしたが、しっかりとした一枚絵を描く場合は、清書の際にしっかりと完成イメージを考えられるよう、色ラフも作った方がいいかと思います。線画に入りました。今回は普段とイラストの雰囲気を変えているので、線画のペンは強弱をなるべくつけずに一定の太さで描くよう意識をしました。グッズやミニキャラなどデフォルメ感があるイラストを描く際は、強弱があまりないペンでの線画がおすすめです。今回の線画で特に意識した箇所は髪の毛の先です。可愛らしい雰囲気が出るよう、髪の先を尖らせずに丸くなるよう意識をして描きました。緩めのイラストを描く際は、髪の毛の先を丸くするだけで雰囲気も丸くなるので、ぜひやってみてください。服の線画はなるべくシワを描かずに固めの生地っぽくなるよう描きました。デフォルメ意識のイラストなので
フードも大きめに描きました。かわいいです。手の線画では毎回写真を撮ってそれを見ながら描いています。難しい手の構図の場合は上からトレスする場合もあります。あまり模写やトレスに印象を持たない人もいるかと思いますが、自分の手の写真であれば全然やってもいいし、変な手になってしまうようであれば模写、トレスはやるべきかなと思います。シワなどを少なめに描いているせいか、遠目から見た時に線画の印象が薄くなってしまったので、外側の線を少し太くしました。立ち絵などでも遠目から見て印象薄いなって思った時は、外側の線を太くすれば大体解決すると思います。肌の下塗りは塗り残しに気づきやすいよう明るい赤や黒で塗るのがおすすめです。赤い木と白い紙に合うよう肌の影はピンクみが強い色で塗りました。瞳の塗り方は結構シンプルなのですが、もし気になる方いたら次回動画にしようかと思います。色塗りではラフなイラストっぽい感じが出るよう1影のみでシンプルな塗りにしました。しっかりとした絵を描くときは2影描くべきだと思います。服の影は大きく分かりやすいよう塗りました。可愛い絵の時は細かくよりざっくり塗りの方が映えるかと思います。オーバーレイ等で色味の調整をします。パパッと色を塗ってイラストの完成です。ご視聴ありがとうございました。フルのライブ配信のアーカイブも残っているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。これからも動画投稿頑張りますので、よろしくお願いします。以上、小結もるでした。バイバイ。